はい、現在、オミクロン株による感染拡大が続いております。今後、感染の場が保育所や高齢者施設に広がり、社会経済活動の維持が困難になる事態や、入院治療を要する方が増加し、医療が逼迫する事態を避けることが重要です。このため、先週金曜日の分科会の提言を受けて、オミクロン株の特性を踏まえた医療機関、高齢者施設、保育所などにおけるメリハリのある感染対策を実施してまいりたいと思います。具体的には、まず、臨時の医療施設の設置を促進をいたします。このため、臨時の医療施設等に看護師を派遣する場合の補助単価を1時間あたり5520円から8280円と引き上げます。また、高齢者施設につきましては、看護師を派遣する場合の補助単価の引き上げのほか、入所者及び従事者へのワクチンの3回目の接種、3回目の接種の促進、従事者等への頻回検査の推進、施設での感染対策、対応力の強化を行います。加えて、通所事業者が訪問支援に切り替えた場合等の報酬の運用を弾力化いたしたいと思います。保育所につきましては、基本的な感染対策を徹底しつつ、保育所の職員などへのワクチンの3回目接種を促進します。また、発育状況等から、マスクの着用が無理なく可能と判断される子どもについては、可能な範囲で子どもや保護者の意図に反して無理強いすることのないように留意して、一時的にマスクの着用を推奨いたします。なお、2歳未満児については、マスクの着用は推奨いたしません。また、休園した園の子どもを他の園や公民館等で代替保育を行うときの財政支援を設けるなどにより、地域の保育機能を維持します。合わせて小学校や保育所の臨時休業等により、仕事を休まざるを得なくなった保護者を支援するための小学校休業等対応助成金について、個人申請の場合の手続きの改善を行うとともに、改めて周知徹底を図ってまいります。以上の事項については、それぞれ事務連絡や厚生労働省のホームページで周知をいたします。詳しくは追って事務方から説明させますので、よろしくお願いを申し上げます。感染拡大はまだまだ厳しい局面が続きますが、感染状況や科学的知見の蓄積を踏まえつつ、時宜に合った対策を引き続き強力に行ってまいります。また、昨日、総理から指示があったように、ワクチンの3回目の接種については、挙げて取り組み、国民の皆様にもご協力をいただきたい、そのように思っております。